皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はエンジンクリーニング大作戦編。前回カーボン紙の時にやった呉工業さんのコンディショナー中途半端でやめてしまったので、今回は徹底的にやってみます。そして AZ さんの添加剤もレポート、最後までゆっくりしていってね。先日のカーボン紙修復の時に燃焼室クリーニングをしましたが、エンジン始動が最優先だったのでヘッドのカーボンは取りきれず残ってしまい、そのままにエンジンを始動しキャブに吸わせる正式な使用方法ではなく別の方法でカーボン除去してみたいと思います。そのためにマフラー、プラグ、オイルポンプカバーを外しています。実際カーボン紙の時と同じ作業です。まずは作業前の状態を見てみましょう。内視鏡カメラを入れてみます。カーボン紙が直ってエンジンも始動。通勤で3000キロぐらい走りました。こんな感じでカーボンが追加され、これが現時点の状況です。まずはエンジンコンディショナーで時間をかけて繰り返し洗浄してみます。そしてまた1500キロ走行後どれくらいカーボンが付着しているものなのか確認。その後 AZ さんの FCR062 を点火。その結果をまたレポートします。まずはプラグホールから呉工業さんのエンジンコンディショナーを注入。カメラを排気側から入れてみます。左手でフライホイールを回しながらバルブを動かしコンディショナー注入。バルブシートにも確実に届けます。あとはひたすら注入しながらピストンを上下させてヘッド面にも薬剤が浸透するのを助けます。薬剤でカーボンを柔らかくして長い時間をかけて根気よく繰り返す作戦です。途中の状態を見てみましょう。カーボンがふやけて浮き上がり少しずつ溶け出しているようです。ヘッドの地金も一部見えてきている。もう少し頑張ります。しばらくしてから注入し、またし
しばらくしてから注入。他の作業とかをやりながら時間をかけて繰り返しました。そろそろ終了します。手応えは十分です。元に戻して走ってきます。どこまで綺麗になっているのかな。ピストンの地金も見えてきました。さてヘッドはどうでしょう。おー、綺麗になった。完全ではないけど 95% は取れている。ここまで取れれば合格点。カーボン紙はいつ起こるかわからない。でもこれなら再発の心配はなさそう。エンジンコンディショナーの場合、根気よく繰り返すこのやり方でここまでできることが分かりました。一旦この綺麗になったところで次のオイル交換1500キロまでどれだけ汚れるかやってみます。元に戻して添加剤などを入れずこのままわざとまた汚してみます。2ヶ月後、やっと2ヶ月で1500キロ走りました。シリンダー内がどれだけ汚れているか参考に見ておきたいと思います。また正常後はオイルが汚れると言われ、オイルを新しくして正常後にまたすぐに交換してオイルの汚れ方も見ます。プラグの焼き方も異常なしです。プラグホールからカメラを入れます。結構汚れてる。厚みはないけどうっすらと一面にカーボンが付着しています。それでは続きまして巷で噂のこちら AZ さんの添加剤 FCR062。今まで青い缶を使っていましたが1リットルの値段がめっちゃ安い。これで効果があればコスパが高い。同じく PEA が主成分でバイクは5リットルに対し 15ml を添加。コマジェのタンクは全容量8リットル。しかし他のチャンネルさんでもやっていて今さら普通じゃ面白くない。そこでうちは倍入れます。前回青い缶は 1% 未満ということで 50ml を入れているので同じく 50ml をぶち込みます。注意書きに 0.3% 以上入れるとアイドリング不調とかぶり発生の可能性があると書かれています。皆さんは量を守って入れてください。私は手っ取り早く結果を動画に撮りたいだけです。
ガソリンスタンドに到着。おもむろにシート下から容器を取り出し、よく混ざるように必ず燃料より先に入れます。1回目投入。勢いよくガソリン注入。100ml ボトルなら1本300円から400円。この小町ならなんと4回分です。きれいになった後の継続使用の場合、目安量の7割程度で再付着を予防。満タン OK。 1週間後。それでは1回目の結果を見てみましょう。カメラを入れるためプラグを外します。倍量投入によるプラグへの影響は特にかぶりの痕跡はありませんでした。それでは1回目投入後、約200キロ走行の状況です。なんということでしょう。一部が新品のような輝きです。強力な洗浄力で根こそぎ落ちている洗浄成分 PA が浸透し濡れた状態。これは2回目もかなり期待できそう。シリンダーヘッドを見るためサイドカメラに切り替えます。ヒャッホー。コンディショナーでも落ちたけど地金の見え方がまるで違う。2、3回連続使用で効果的とのことです。バルブ表面の刻印がはっきり見えます。添加剤なんて効くわけないとか言ってる場合じゃないです。これを見て効果の有無に疑念の余地はありません。効いています。正直こんなに効くとは思っていませんでした。完全にきれいになるのを目指して2回目投入します。2回目投入。ちなみに2回目も 50ml ですが、目安量以上の投入による異常について指導性は一発指導、問題ありませんでした。 PA は何年生にもかかわらず加速も悪くないし、むしろ日に日に調子が良くなっています。しかし
ーファイヤーが目立ちます。エアカットバルブなしのキャブなので、急激なスロットルオフでアフターファイヤーが出やすい傾向ではありますが、今までなかったのに。さらに1週間後というわけで、2回目投入後の結果です。果たして完璧に落ちているでしょうか。かなり期待しています。プラグも乾いていて異常なし。いい具合に焼けていますね。カメラを入れてみましょう。まずはピストンヘッドからです。お？だいぶ落ちていますが、半分くらい残ってしまいました。ヘッドを見てみましょう。PEA の薬剤でところどころ濡れています。汚れが小さくなっている。ヘッドは 99% くらい落ちているかな。でもところどころ残っているようで、なんか納得いきません。というわけで、落ちるまでやります。期間や距離的に短すぎる可能性もあり、現在2倍量 ×2 回イコール4回相当。目安量を守った場合4回は4週間。しかしまだ2週間400キロしか走っていません。薬剤の浸透する期間を考えて、時間的な要素も必要かもしれません。エンジンコンディショナーの時と同様、一手間加えます。倍量入れているとはいえ、たった2週間400キロでこの洗浄力は素晴らしい。 PEA はアルカリ性らしいので、燃料タンクやゴムに対する影響を考えて、次は目安量通りの 24ml にします。3回目投入。そして100円ショップでスプレーボトルを買ってきました。薬剤の浸透を助けるべく一手間加え、カーボンに直接噴射してみようと思います。少しずつ周りから浸透して、カーボンが湿っているのがわかります。しかし吸気バルブから吹き込む角度により、薬剤が届かず真ん中は乾いている。そこでスプレーで直接真ん中を狙います。まずはオイルポンプカバーを外し、ピストンを上支点に近づけてスプレー発射。カーボン全体が濡れていて、うまく真ん中に命中したようです。
放置して浸透させます。多少効果を早められるかもしれません。シリンダー内に溜まった余分な薬剤はタコ糸に吸収させて回収しました。さらに停車直前にキーオフにして回転が高いうちにスロットルを開け薬剤を強制的に送り込みました。駐車後、エンジンが冷めてから中を見てみます。カーボンに薬剤が浸透して湿っています。この状態を繰り返します。前回から3日経っていますが、確実に日々小さくなっています。さらに3日後、正常は確実に進んでいるようです。ヘッドを見てみましょう。残っていた汚れも消えたようです。しかし残念ながらピストンヘッドが完全に取り切れていないので、もう1週間やります。スプレー発射。ピストン上面の矢印が見えてきて、あともう少しです。4回目投入。そして1週間後。それでは4週間の結果です。少し残ったけど、あとは時間の問題です。この後も引き続き点火を継続します。編集上の都合でタイムアップです。目安量の倍で2週間やりましたが、エンジン燃焼に悪影響もあり、途中3周目から目安量通り 3% 以下に戻しても効果は変わりませんでした。3万キロのエンジンに輝きが戻り、このような結果になりました。補足オイル汚れについて、正常後に汚れると言われているので、添加剤投入前に新品交換したオイル、果たしてどうなっているでしょう。まだ800キロくらいしか走っていないので、そんなに汚れていないと思いますが、ひどく汚れていたり量が増えていたら間違いなく影響していると言えます。まずは1リットルです。いつもの1500キロの半分の距離なので、汚れ具合は特に異常なく妥当です。残りのオイルの量はどうでしょう。いつも1500キロで 70ml ほど減ります。1200ml のオイルを入れたはずです。
20ミリほど増えている。量は増えているけどごくわずかで、オイルにも透明感が残っており、いずれも気にするほどではないようです。ピストンリング摩耗による吹き抜けや正常開始時点での汚れ具合により、それぞれ汚れ方に差が出ると思います。エンジンコンディショナーは5回、FCR06 には800キロでカーボンが除去できたでした。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。